今日はですね、とても素敵な夜空と富士山でしょうか、こちらを描いていきたいと思います。写真を長押し、画像保存、そしてプロクリエイトを開いて、こちらをクリックして追加写真を挿入。先ほど選んだ写真をプロクリエイトに持ってきます。はい、それでは写真の色を取っていきたいと思います。パレットのプラス新規パレットを作成、こちらに色を追加していきます。ブラシに持ち替えて四角ボタンを押しながら濃い色を選びますね。空の濃い色を選ばれて、こちらにストーンとちょっと見づらいですけどね、こちらに追加していきます。そして空の薄い色、一番薄い色を選ばれて、こちらにクリック。そして山のこの紫がかったようなこの色を取ってください。グレーのようなね、山の色、こちらに追加しましたね。そしてこの湖のちょっと青い色、ここも選んでおきます。あとは山のこの黒いところもちょっと拾っておきましょうか。はい、じゃあ今ちょっとこういう感じで5色なんですけどね。はい、これで始めていきたいと思います。この写真は一旦隠しちゃってください。ただ見ながら描きたいので、ここクリックのキャンパスの基準、そしてイメージを読み込む画像をクリックしてイメージを配置してください。ここの上をいじると動かすことができます。ワンクリックでフルサイズになります。はい、じゃあそれで始めたいと思います。今日はね、キャンパスサイズ縦長にしてみました。しましたらまず空をね描いていきますね。はい、まず新規レイヤーを追加して、インキングのスタジオペンで大丈夫です。そしたらこの濃い色を選択して、はい、ヒュイッと上の方にヒュイッと線を引いて色を追加します。今度薄い色を選ばれて、こんな感じですね。まず2色の色を塗ったら、こちらをクリックしてモーションブラーレイヤー、上から下にスルーッとスライドさせて、こんな感じで空の色を、作ってみてください。はい、じゃあまず空の下地の色ができましたが、山を描いていきます。新規レイヤーを追加して、同じインキングのスタジオペンで大丈夫です。色は山の先ほど選んだ黒い濃い部分ですね。ここをクリックして、まずはこの横長の山並みを描いていきたいと思いますので、位置はだいたい真ん中より下ぐらいですね。真ん中より下ぐらいにまず1本線直線引いちゃってください。ちょっと少し長くいるとまっすぐになるので、ペンを離して、で今度は上のこのガタガタガタっていうのをちょっと大体でいいんですけれども描いてもらって、どこかガタ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 ってさせて、そして色を落とし込みます。はい、まずはここまでできたと思います。はい、それでは富士山を描いていきます。こういう流れるような感じですね。に描いていくので、なんですね、富士山のレイヤーを追加して山あいの後ろ側に持っていきます。ブラシはインキングのスタジオペンで大丈夫です。色は先ほど富士山の色を選んだ時のカラーにしておいてください。上がちょっとガタガタしてますね。そんな感じで、はい、ちょっと今見えてないんですけれども、これ隠すとこうちょっとくっつけました。どうしてかっていうと、色を落とした時にここが空いてると色がビャーって飛び出ちゃうので、この最初と最後あたりの線は、くっつけておいてください。これはねもう隠れてしまうんですけれどもね、こういう感じですね。そしたらこの富士、ちょっと名前書いておきますね。富士山の選んで選択、上に新規レイヤー、そしてこのままですね、富士山見えた状態で先ほど空の明るい色を選びます。はい、そしてこのインキングのインカ、こちらをちょっと選んでみます。そして拡大しますね。そしてちょっとこういうちょっと白くなっている部分をヒャーっと塗ってみてください。はい、そしたら富士山の山の濃い色を選んで、同じインカで大丈夫なんですけれども、少し細くして、ちょっとここのね黒い部分、濃い部分の色を入れていきたいと思います。こんな感じでちょっと跡をつけるような感じですね。キュキュキュってちょっとこう
しすぎちゃったなって時はこのブラシツールを選ばれて、少し薄い色やっぱり欲しかったなって時はこういう感じに伸ばしたりもできるので、そしたらまた薄い色が復活できるので、こういう感じで描いてみてもいいと思います。はい、感じで描いてみてください。私はじゃあこのぐらいにしときますね。はい、そうしましたら星空を描いていきます。レイヤーを追加して星空なのでスタートしていきますね。こちらに描いていきます。色は白選んでください。白はクラシック、ヒュイッと横に持ってくると作れるのでパレットの方に追加しておいてください。はい、ブラシはエレメントの雪のタイヤ跡、こちらを使っていきます。すごいね、素敵な名前ですよね。はい、星がキラキラしているところにヒュイーッと入れてあげてください。感じですね。はい、こんな感じでいいと思います。そうしたら次にここを複製して反転してこっちの映り込み、湖の映り込みを作っていきたいと思います。映り込みをした時にここの景色を反転させて、でここに入ってくるのでこの部分がいらないんですね。なのでこの空を選んで名前書いときますね。この空を選んでこちらをクリック、長方形を選んでこの山あいから少し重なるぐらいにヒュイーッと持ってきてください。そうすると今ここだけが選ばれている状態なので、この空を選ばれているとこ選択部分を消去ってすると今消えたので、このナイトスターの画像は今ここからここまでの大きさになりました。これを複製して反転してこっちに持っていきたいと思います。でそしたらこのナイトスターを複製してこっちを湖にしますね。はい、そしてこの白い矢印で上下反転、そうするとここにね、今こっちがレイクと選んだところですね。上下反転してここにあるので少しこうちょっと重なって少し中に入るぐらいにしてあげてください。こんな感じですね。はい、そうするとまずこちらの映り込みの空をちょっと暗くしたいんですね。こっちの方が明るいので、そうしたらレイクの空をクリックして色相サイド明るさレイヤーの明るさを少し下げてください。下げようかな。43ぐらいにしておきます。43% ぐらいにしておきますね。はい、まずこういう感じにしました。そして星空もちょっと少し暗めにしておきますね。若干ですね。同じように明るさをちょこっと45% ぐらいにしておきます。はい、そしてここの映り込みに山あいと富士山が若干こうぼやっとしていて少し青みがかった色なので、まずこの山あいと富士山とこの3つを結合しますね。はい、じゃあ富士山と山あいを合体させたらこちらを選択して上に新規レイヤー追加します。そしてここにこの色味を取った時の色なんですけれども、その色を使ってヒュイッとここに落とし込みます。はい、今富士山の上に色がある状態ですね。そしたらこの富士山をこの上に持ってきて富士山の色味をちょっと薄くしときます。30% ぐらいにしときますね。そしてこの富士山とこの色味を重ねちゃってください。下へ結合させてくっつけたので今ない状態ですね。この上にぼやっとしたのを描いていきたいのでここを選択して上の新規レイヤーを追加してこの色を取ったと思うんですけれども、これをクリックしてスプレーの中太のツーブルぐらいでいいと思うんですが、それをこういう風にちょっと入れてあげてください。スーッとこっちは濃いかな。こんな感じで入れてあげてください。はい、そしたらですね、ここのレイク
レイクはもう1枚の画像化にしてしまいたいので、一応複製して撮っといても大丈夫です。そしてレイクをフラット化ですると1枚の画像になります。そしてこれからあと何をやりたいかというと、ここの境目が若干ぼやってしてるんですね。なのでこの部分ですね、この部分の下にレイクの今フラット化した画像を配置して、こことここを一回複製して取っときますね。こことここを下結合して、今こうですね、下の写り込みとここは合体されている状態になっています。はい、1枚の画像化になっています。そしてこのブラシぼかしツールでスプレーのチューブノズルにしときましょうか。それでここを若干ちっちゃくして、これね、シャーっとちょっとね、もうちょっと少しぼかしかけてあげてください。少しなじませるような感じでやってあげてください。もしこれでちょっと失敗したなっていう時も、今どういう状態かというと、この上の今これ隠しますね、上の山これもストックしてありますし、レイクもちゃんと取ってあるので、後で戻れるように、そんな手順でも考えて進めていけるといいと思います。はい、じゃあそれではですね、あと最後にですね、若干ここ山あいの富士山の後ろが少し光ってるんですね。なので最後に一つだけ手を加えたいので、ここのスカイをクリックしてブルームのレイヤーで、若干ちょっとね、少し手で大きくいじると強いんですけど、若干ちょっと明るみを入れてあげて、はい、こんな感じでいかがでしょうか。はい、今日は夜空に光る素敵な富士山の絵を描いてみました。ぜひ皆さんも素敵な夜空を描いてみてください。